この動画では、フルパ向け平分概論ということで、以下の目次に沿って内容を解説していきます。これ一本で平分のマクロがまるっとわかるようになっているので、ぜひ最後までご視聴ください。早速本編に行きましょう。エージェント構成。平分の構成のメタはほぼ固まっており、このような2イニシエーター構成が中心となっています。ただ、少ないながらも、バイパーオーメンを用いた2コントローラー構成も使われることがあります。これらの構成の特徴を簡単に見ていきましょう。2023年の競技シーンでは、2コンの場合、バイパーハーバー構成が採用されていましたが、2024年はバイパーオーメン構成が中心に使われています。しかし、現在はあくまで2イニシが基本で、バイパーのピック率はだいたい 10% 程度にとどまっています。ここでは2コントローラー構成の強みを軽く解説します。バイパーが採用される大きな理由として、攻撃における A メインの管理能力が挙げられます。ヘイブンはサイトが3つあるマップで、敵の侵入経路が5箇所もあるため、防衛側としては、1人で A メインを管理できない状態だと防衛が厳しくなります。そこで攻撃側のバイパーのカーテンが役に立ちます。このようにカーテンをセットアップすることで、防衛視点では安全に情報を取りにくくなり、A 側を1人で管理することが非常に難しくなります。よりミクロ的な視点で言えば、このカーテンによって離婚を避けることができるというのも大きなポイントです。このようにカーテンの上げ下げだけで圧をかけ続けることができることがワイパーピックされている大きな理由です。また、守りでは攻めがラッシュをしやすい C サイトにタイスモークの代わりになるような壁を焚くことができますし、B メイン、A ショート、A ロングの3つの入り口を守るこのようなカーテンなど、カーテンによって複数のエリアを守る動きがしやすいのも採用されている理由です。現在の競技シーンでは、このような2イニシエーター構成が多く使われています。2イニシエーター構成を組む場合には、ブリーチがほとんどマストピックな状態になっています。その理由としては、攻撃、防衛ともに A ロング取りのフォールトラインが強いことや、サイトにセットで攻める際にフラッシュやスタンが強力であることが挙げられます。もう一人のイニシエーターとして、A ロングに対してディジーの真上投げが入る月光が使ったこともあります。しかし、セットとしてのスキルが比較的弱いこと、防衛では遠くの情報を取ることが難しいことから、こだわりがなければそばの方が無難です。最近採用が増えてきたネオンとサイファーについても触れていきます。ネオンの強みは、攻め、守りにおける A メインコントロールの強さです。攻めでは、ハイギアを使うと、防衛側のスタンを無視して進めるため、素早いアプローチが可能になり、守りにおいては、A ロビーに対して強力なスタンが得られるのも大きなポイントです。サイファーの強みは、バイパーと似ており、ケージやカメラによって A メインを安くコントロールできるのがポイントで、2イニシ構成ではほとんどのチームが採用しています。ちなみに、アストロの回収でも同じような動きが可能です。スターが5つに強化されたことも相まって、アストラ1スモークを採用するチームも増えるのではないかと思います。いずれにせよ、バイパー、サイファー、アストラは A メインに対して安く圧をかけられるという点で共通しており、どんな構成にしろ、この3キャラのいずれかは入れるのがいいでしょう。主なエリア。まずはエリアを分けていきましょう。大きく分けると、このように A メイン、ミッド、ガレージ、C ロングと分けることができます。守り側の第一目標は知っての通り、A メインを一人で管理できる状態を作ることです。しかし、ここで問題となってくるのは、A メインは攻め有利という点です。これはスモーク一つで情報を遮断するだけで、エリアを安全に取ることが可能だからです。スタンを入れてピークしても直接キルにつなげることが難しく、さらにサイファー増加により、A を一人で抑えるという守り側の理想を叶えることが難しくなっています。そのため、このような状況では、エリアを A ロングと A ショートで分けて考える必要があります。それぞれのエリアの特徴を考えていきましょう。守りはオペレーターを先置きすることができますが、攻め側はブリーチのスタンが刺さる点や、シュラステやネオンのスライドで手前のエリアを取ることによって安全に取得することができるため、攻め有利なエリアです。A ショート単品のエントリーはできない一方、ロング単品のエントリーは A ショートを後から挟むという攻め方が可能になります。A ショートは逆に守り有利なエリアとなっています。これは、このワンウェイスモークで守る動きが非常に強力なこと。そして、箱上や角など守り側のポジションが多いことが挙げられます。また、A ショートは移動音が聞こえやすいという特徴があります。攻め側が A ショートを取ったとき、実はこのように広範囲の足音を聞くことができます。そのため、攻撃側がこのエリアを取ると、敵のローテートの足音を聞くことができるため、
敵の少ないサイトに攻めることができたり、ラークしてキルを狙うことができます。これらのエリアの情報からどのような動きにつながるのか考えていきましょう。攻め側は A ロングが取れていないとエントリーできないため、ロング側のエリアの方が重要です。ただし、先ほどの足音の範囲から、ミッドデフォの A ラークや、A メインを取ってから他のエリアにアクションを起こす場合などは、A ショートのエリアの方が重要度が上がります。守り側は攻めの逆を考えればよく、A ロングさえ取れていれば A 側のエントリーはないと言えます。例えば、A ロングをオペで置いていて、ケージで A ショートに抜けられたかもしれない場合、これは味方がローテートする必要がなく、ショートの抜けを引き目で見ることで、守り側の位相配置である A1 とほぼ同じ状況にすることも可能です。つまり、A ロングが取得できているかどうかが A 守りの鍵を握ります。とはいえ、A ロングは攻め有利であるので取られてしまうことも多いです。その場合は、エリアを広げられすぎないように、守り有利のショートのディフェンスをして、タイミングを見て A ロング索敵から取り返す動きが理想です。それでも守るのが厳しく、A が全然止まらない場合、トラップを用意しておくことをお勧めします。タレットの反応をトリガーに、ブリーチのフォールトタイムを縦に入れて、ピークしてキルを狙う動きです。これを一度成功させれば、攻め側は A ショートを取ることを躊躇せざるを得ません。ミッドのエリアは守り側のポジションがほぼないため、基本的に攻撃側が有利です。キルジョイのタレットは B とガレージの両方からの詰めを管理することができるため、よく用いられます。ただし、最速で B サイトから出てくると、ウィンドウの右側に抜けることができるので、ウィンドウから壁抜きをしたり、スタンを入れて抑制しましょう。どうしても抜きが気になる場合には、初手ウィンドウのタレットを使用してもいいでしょう。基本的にミッドを防衛側が取るのは難しく、リスクは大きいですが、もし取ることができたならば、リターンも非常に大きいです。ローテートの足音が全て丸技法になりますし、B、ガレージのエリアを一人で見ることもできます。エコラウンドでワンチャンにかけて上がったり、A 側のコントロールが厳しい時に使用するといいでしょう。ガレージの入り口はチョークになっているため、ここまで入ってしまうと逆に防衛有利になります。攻め側でこのエリアを取るときに意識したいこととして、キルジョイサイファーのガジェットを壊すということがあります。ガレージにあるアラームボットやタレットを壊すのに加えて、ガレージからアフターショックを使うことで B の左上のタレットを壊すこともできます。C ロングは攻撃防衛のどちらかが取りやすいエリアということはありません。しかし、レンジが長いため、防衛側のオペが刺さりやすいことには注意が必要です。それを踏まえた攻撃側の動きとして、サイトの入り口にスモークを焚くことがあります。このスモーク利敵じゃないのと思った方もいるかもしれませんが、このスモークを焚かれた守り側は C メインの情報を一切取ることができなくなります。スモークを焚いてから足音を消し、情報を遮断したまま C セットに入るのも強いですし、スモークで圧をかけておいて全然違う場所を攻めるというのも強力です。まずは防衛における基本的な動きを解説します。何度も言っているように、防衛側としては A ロングから進行を監視できる形を作るのが目標です。基本的にはリコンとブリーチのスタンを入れて A メインを取得します。敵がいなかった場合には、1人ずつずれるようにローテートを行って、BC サイトに人数を厚くし、守れるようにします。逆に、A メイン取得後に、攻め側が A メインを取り返しに来た場合には、戻すようにローテートを行い、A サイトを守れる形を作りましょう。基本的に B への進行はブリーチが見ます。置いておいたキルジョイのナノスワームを使って敵を止めたり、アフターショックでプラント遅延する動きが非常に重要です。ガレージはアラームボットのナノスワームで守ります。ブリーチにスタンがある場合には、このようにスキルを入れてカバーできるといいでしょう。C サイトはオーメンが担当します。ガジェットの配置的に、キルジョイが C ネから戦う形になってしまうことがよく見られますが、ナノスワームだけでは止めることが難しく、スキルセットで潰されてしまいがちです。それに対してオーメンは、ロングに対してパラノイアが綺麗に入ることや、即座にサイトを2つに分断するようなタイスモークを叩くことができ、安全に遅延することができます。そのため、キルジョイではなく、オーメンが C サイト防衛を行うようにしましょう。さて、防衛において意識しておきたいことが3つあります。1つ目は、なるべく仲守りプラスシャーペンの形を作ることです。シャーペンとは攻めてくる敵に対して次々と入ってサイトの中の人をカバーする動きのことです。この時に重要なのはスキルのカバーで、耐えスモークが必須なのはもちろん、サイトに入る前からブリーチのスタンやフラッシュを投げてカバーする動きが必須になります。2つ目は、無理そうならリテイクにしようということです。
平文の各サイトのリテイク率は表のようになっています。実は BC サイトのリテイク率は他のマップに比べ非常に高くなっています。そのため、エリアがなくなり全てのサイトを守るのが難しい場合には、B や C のサイトを諦めてラインを下げ、リテイクにしてしまってもいいでしょう。逆に A サイトのリテイク率はほぼ全サイト中の最下位なので、後で説明するタイスモークなどを使ってサイトの中で可能な限り耐え、味方はシャーペンで次々とカバーに入ってくる動きを徹底したいです。3つ目は積極的に情報を取りに行くことです。先ほど紹介したような味方がローテートをして中で守る動きを達成するためにはもちろん情報が必要です。これは A メインを取られてしまった状況でも必要となります。まずすべきはドローンや犬を使った索敵ですが、時間を使う敵の場合にはフラッシュでロングを取り返す動きをしたり、逆に B や C をプッシュしたりといった動きが必要です。このように敵の情報がなく、どう攻めてくるかわからなくなった時には、複数人でまとまってどこかのエリアを取りに行く動きが必要になってきます。想定される負けパターンとそれに対する対策。A メイン取りはできるけど BC 守りが機能せずに負けてしまう。このような守り側の理想配置を取れているにもかかわらず負けてしまうようなシチュエーションは、マクロではなくミクロ的な問題、敵味方のウルト管理やポジショニングの問題になってきます。マクロ面でできることとしては、特に BC の速い攻めが多い場合、A を最初から相場一人にしたり、ブリーチの開幕スタンを温存してラッシュに対抗するなどが挙げられます。サイトの中にあらかじめ人数を配置することで中台ができるようにしましょう。A メイン取りスタートのエリア取りに負ける。A メインが取られる場合には3つの対策が考えられます。1つ目は人数をかけて取り切ることです。平文は A メインに攻めにくいという印象を与えないと始まりません。特に A メインスタートが多い敵に対しては一度は見せるべき行動です。可能であれば人数をかけて取り切った後にどうするかまで決めておきましょう。ブリーチウルトでリテイクすることや、そのまま裏から詰めようといった具体的なプランがあるといいですね。2つ目は A の進行に対してトラップを仕掛けることです。A ではロングとショートにそれぞれ簡単にトラップができます。図のようにキルジョイのガジェットを配置し、これの起動をトリガーとしてブリーチのスキルで当たりましょう。3つ目はキルジョイを A 配置にしてサイトの中で守る形にし、その他のエリアを前目に当たるようにすることです。特に敵キルジョイがミッド管理のためのタレットを毎回出しているのであれば、これを狩りに行く動きなどが効果的でしょう。セットが止まらない。サイトで耐える動きが難しい。このマップはサイトが小さく、ランクにおいても2イニシが多いマップなのでよく起こる事例です。特に A サイトはポジションが少なく、耐えると言っても少し無理があるサイトでもあります。そういう場合の最終手段は、ブリーチがサイトの中に入ってスタンを構えておくです。これは A、B、C すべてのサイトで可能で、仮に入ってきたとしても、フラッシュを使って自分で打ち合うことも可能になります。ここからは攻撃について話していきます。このマップの攻撃は、ラウンド開始直後にセットでラッシュをするというよりも、ゆっくり丁寧にエリアを広げてから攻める動きが強いです。その理由は、特に A サイトと C サイトは敵を早めに認知することができ、かつ、センチネルのスキルによって B と C の抜きを見ることができているためです。そのため、ラウンド開始と同時に A ラッシュを仕掛けた場合、防衛側はすぐに A 側3人プラススモークのカバーがある状態を作れます。そうなると、攻め側はエリアとしても人数としてもかなり厳しい状態になってしまいます。このように寄せられてしまうのを防ぐためには、攻撃側がエリアを広く取り、敵視点でいるかいないかわからないエリアを増やすことが重要です。このマップは防衛側の抑えるべき場所が5箇所もあるので、タレットやアラボを使って抜けの情報だけを取ったり、A メインを取って一人で見られるようにしないと人数を寄せることはできません。そのため、攻撃側がエリアを取ってから攻めると、人数を寄せたくなっても怖い場所が多くて寄れなくなってしまい、守り側はうまく人数をかけられなくなります。エリアを取る必要性については理解してもらえたかと思います。では、どのエリアを最初に取るのがいいのでしょうか。この答えは A メインです。防衛側は A ロングから一人で見られていると B と C 側に人数を固めることができるため、他のサイトが本命だとしても A メインを取らないと人数を寄せられてしまいます。また、他のエリアを取ってから A に攻めるというプランでも A ロングから情報を取られてしまっていると、こちらがエントリーするときには寄られてしまいます。A メイン取りはデフォルトとしてかなり安定するので覚えておきましょう。
さて、そんな A 側のコントロールは大きく3種類に分けられます。ここでは具体例として、センチネルズが使用した A 取りから始める形を3つ紹介します。1つ目は A ロングスモーク型です。ロングにスモークを焚くことで、車線と情報を切りつつ、ショートはリコンとスタンを合わせて取ります。この形では、ロング、ショートの両方を取ることができるため、そのまま A セットを行ってもいいでしょう。ただし、敵にネオンがいる場合、リレーボルトを入れてスモークを簡単に変えることができるので注意が必要です。2つ目は A ショートスモーク型です。一番避けたいのは、敵に A ロングをコントロールされてしまうことなので、そもそもショートはスモークを焚いてしまい、リコンとスタンで A ロングを完全に取得する形です。このアクションをした後は、ジェットとオーメンが A ロングでアンカーをし、ソーバーブリーチキルジョイがガレージを取りに行くという動きが多いです。これは先ほど説明したように、敵視点の攻め側の可能性を増やしているのに加えて、防衛側が A ロングのエリアを取り返そうとピークしてくるのをアンカーが狩るという目的もあります。3つ目は A を取ろうとしている風型です。これは最初に A ロングでジェットスモーク、ブリーチフラッシュ、シュラウドステップの音だけを出して、A ロングを取ろうとしているように見せかける形です。この後は速攻で C に切り返しを行い、C セットでサイトを攻めたりします。A アクションにスキルを使っても、セットに必要なリコンを残してあることが重要です。もちろん、説明したアクションの使い方はあくまで一例で、こういう風に印象づけて、実は別の目的というのも全然ありです。例えば、2つ目の A ショートスモーク型からの、詰め待ちに見せかけて一気に A セットを仕掛け、サイドからショートを挟みに行く形などを使うことが考えられます。そのアクションに対して敵がどのような印象を持っているかを考え、意表をつく動きを選択していきましょう。基本的には先ほど説明した A ロングコントロールが攻めのデフォルトですが、防衛が強力な A メイン取りセットを持っていたり、A アクションの間にミッドプッシュされてしまい、BC のエリアを丸々取られてしまうといった場合には、B から C にかけてキルジョイのガジェットを壊す動きから始めてもいいでしょう。ガレージや B サイトのガジェットを壊し、アスタロの返しを入れつつ、A からの詰めはキルジョイが管理する形がいいでしょう。この時に注意したいのは、ガレージにドローンを使わないことです。ここでドローンを使ってしまうと、この後の A メインを取り返す動きがしづらくなってしまいます。ちなみにセンチネルズは、リコン&フラッシュでガレージを取得していました。また、別にラッシュが弱いからといって、ラッシュをするなと言ってるわけではありません。毎ラウンドゆっくりエリア取りをするのではなくて、緩急をつけるために時々ラッシュを入れましょう。ラッシュをするサイトとして一番おすすめなのは C サイトです。理由としては、きちんとスキルを入れることでサイトを潰しやすいこと。特に攻めで腐りがちなソーバウルトがかなり強力なので、ラッシュラウンドで使うのがおすすめです。また、防衛側は基本的に A 取りから始めることが多く、C サイトは人数が少ない点も挙げられます。一度 C ラッシュを通せば、以降のラウンドで C 守りを薄くしにくくなり、結果的に A メイン取りの当たりが弱くなることも期待できます。ちなみにエコラウンドのプッシュでは近距離で戦いやすい B がおすすめです。ここまでの話はあくまで一般論。A ロングをどれだけ取ってサイトを攻めてないから A ラッシュしてみるかだったり、A と C ばかり見せてきたから B 攻めを見せたいなというように試合展開に合わせた判断を最優先にしましょう。ポストプラントの動き。A サイトの設置は基本的にこの位置。気持ち右側に設置してロングから見えるようにしましょう。A のポストプラントで一番意識したいことは三角形を作ることです。ヘブン下にはアフターショックやスタンを持つブリーチやパラノイアを持つオーメンなど、相手のリテイクに対して CT にスキルを返せる人が入るようにしましょう。また、その他に意識した方がいいこととしてスモークの場所があります。よく敵が CT から来るからそっちの方にスモークを入れるという人がいますが、それは間違い。スモークはヘブンに置くようにしましょう。CT に対してはキルをされてもカバーを取ることができますが、ヘブンに対してはカバーするのがとても難しく、そのカバーも倒されてしまう可能性があります。CT に対するワンウェイはとても強力ですが、ヘブンのスモークが最優先で余裕があったら炊くくらいの気持ちでいましょう。ナノスアームの使い方についても意識しておく必要があります。解除チェーンに使うのはもちろん強力ですが、当然解除する側はケアしているので、時間が稼げないことがよくあります。おすすめは CT に置き、リテイク防止に使うことです。ナノスアームが発動すれば、リテイクを始めることはできないため、ほぼ確定でグレの起動時間5秒間を稼ぐことができます。また、ヘイブンの A リテイクは相場のリコンを起点に始めることが多いです。リコンは多くの場合、飛んでくる場所が決まっています。
リテイクを待っている間に、あらかじめ誰が壊すのかを決めておきましょう。きちんと三角形が作れているなら、箱裏の人が壊すようにしましょう。B サイトの設置は基本的にこの位置。B サイトのポストプラントで気をつけたいのは、サイトの中に人を置きすぎないことです。これは B サイトの中のポジションが少なく、カバーを取りにくいことが理由です。基本、サイトの中は多くても1人だけにしましょう。では設置後、ただただミッドで待つだけで勝てるのでしょうか？ミッドキープだけでも勝てるときは勝てますが、他にやったことがいいほどを紹介しようと思います。一つ目は A プッシュをしっかり見ることです。攻めがうまくいかず、ぐざぐざして、とりあえず B 攻めとなった場合に起こりがちなのが、A プッシュを誰も見ていないという問題です。B の対リテイクで最も避けるべきことは裏を取られてしまうこと。きちんと A プッシュを見るようにしましょう。もう一つはガレージに圧をかけることです。よくある負け筋は B サイトを見ていたらガレージからピークされて一人ずつ倒されてしまうこと。パレットで見ていても無理やりピークしてくることも多いので要注意です。設置後にガレージにスキルを入れたり、なんなら取り切ってそのまま裏取りにしに行くという動きも重要になってきます。C サイトの設置は通常のロング設置がガレージから見にくいため、ガレージを後取りする場合やガレージを保持する場合にはガレージからのオープン設置を行うようにしましょう。また、中設置でないと設置が通らないという状況はほとんどの場合において 100% 設置してはいけない状態の時です。味方と一緒にサイト裏や怖いところを当たり、安全を確保してからオープン設置を行いましょう。C サイトのポストプラントはよくロングに引いて抜きまくって解除阻止をするような動きになりがちですが、これは典型的なミスです。ロングに引いた場合、リテイク側はスキルを使わず早いタイミングでサイトを取り切ることができてしまいます。そうすると、ロングに大量のスキルが入ることになり、設置ポジまで距離があることからガチ解除が通ってしまうという事故が起こりがちです。そのため、競技シーンでは、設置後にサイトの中で戦えるような形を作る場合がほとんどです。この配置では、ブリーチがガレージ進行に対してアフターショックを返したり、CT 側に対してフラッシュを入れてオーメンとジェットがピークすることができます。ガレージからの進行に対しては、ブリーチとオーメンがクロスを組むことができていて、隙のない配置になっています。ブリーチはサイトへの進行が止まらないと思ったタイミングで右手をつけ、ロングに下がって解除を遅延する動きに切り替えていくこともできます。サイトで耐えることによってスキルと時間を使わせ、頃合いを見てロングに引くことで C 攻めが安定していきます。セオリーとして覚えておきましょう。いかがでしたか？ヘイブンは3つもサイトがあり、エリア取りが重要になるマクロ面の価値が非常に高いマップです。ポイントを押さえて安定感のある勝利をつかみ取りましょう。ということで、切り花プロジェクトでした。ご視聴ありがとうございました。